数年前、新型コロナウイルスで外出自粛が続いていた頃、人々の不安を鎮めるかのように SNS を通じて瞬く間に広がった妖怪アマビエ。しかし九州に残る妖怪はアマビエだけではありません。海で命を落とすことへの恐怖、闇夜の道に潜む不安、人の及ばぬ山への恐れ、そして忘れ去られゆく神々の哀愁。妖怪とはかつての人々が抱いた恐れや願いが形となって語り継がれた存在なのかもしれません。今回は海から山へ、九州各地に伝わる妖怪伝承をご紹介します。まずご紹介するのは近年最も有名になったアマビエ。その存在が記録されたのは江戸時代後期の弘化3年、西暦1846年、熊本の海に奇妙な姿をした存在が現れたと伝えられています。肥後の国海中へ舞よ光り物出る。ところの役人雪見るに図のごときもの現る。私は海中に住むアマビエと申す者なり。当年より6か年の間、諸国豊作なり。しかしながら病を起こす。そうそう私を移し、人々に見せそうだ。と申して海中へ入りけり、右は移し、役人より江戸へ申し来たる移しなり。弘化3年4月中旬。再び海の中へと姿を消したアマビエ。科学も医療も十分ではなかった時代、アマビエの伝承には災いから逃れたいという願いと少しでも希望を求める人々の祈りが込められていたのかもしれません。海で糧を得る者たちにとって自然は恵みであると同時に命を奪いかねない脅威でもありました。江戸時代の奇談集「絵本百物語」には西日本の船乗りたちを震え上がらせた海の怪異が記されています。その名は磯名で、西海に多くあり、その形不可のごとく尾を上げて船人を名で引き込みて食らうとぞ。磯名でが現れる時、海は不気味な静寂に包まれるといいます。そして気が緩んだ瞬間、撫でるように海中へ引きずり込む。予期せぬ海難事故。磯名では海で生きた人々が抱いた畏怖と恐怖を映し出す怪異なのかもしれません。街灯などなかった時代、夜の闇は今よりもずっと深く濃いものでした。人影もない帰り道。確かに前へ進んでいるはずなのに、なぜか目的地へたどり着けない。そんな奇妙な伝承が残るのが福岡県に伝わる妖怪塗り壁です。現代では愛嬌のある姿で描かれることも多い塗り壁。しかし本来の伝承ではその姿を見ることはできません。突然行く手を阻まれたかのように前へ進めなくなる。そんな時は足元を棒で払う時。古くからそう伝えられてきました。夜道で方向感覚を失った人々が体験した不安や混乱。塗り壁とはそうした人間の心が生み出した怪異だったのかもしれません。さらに山里へと足を進めると、畑の向こうから不気味な笑い声が聞こえてきます。九州各地に伝わる怪異、ヒョウスベです。カッパの仲間とも言われるヒョウスベは全身を毛に覆われた
異形の存在として語られてきました。伝承によれば、ヒョウスベと出会った者はその奇妙な姿に思わず笑ってしまうことがあります。しかし決してつられて笑い返してはなりません。笑った者は高熱を発し命を落とすことさえある。そう恐れられてきたのです。原因もわからぬまま人が病に倒れていく。医療の発達していなかった時代、人々はその恐怖をヒョウスベという妖怪の姿で語り継ぎました。ヒョウスベとは目に見えない病への恐れが生み出した怪異だったのかもしれません。旅の終着点は深い霧に包まれた峠道です。熊本県天草地方には今なお語り継がれる奇妙な妖怪がいます。その名は油すまし。ある日おばあさんが孫を連れてこの峠を通りかかり、ふと口にしました。昔はこの辺りに油すましが出たそうだ。と噂話を口にしたその時でした。今も出るぞ。声のした方へ目を向けると、そこには石のような大きな頭を持つ異形の姿が立っていたといいます。現代では油を盗んだ罪人の亡霊として語られることの多い油すまし。しかし本来の姿は少し違っていたようです。かつてここでは椿の実から油を取っていました。そして油すましは自然の恵みに感謝しながら油を絞り続けた職人たちの精霊、あるいは山に宿る油の神様の姿だったと言われています。やがて時代が移り変わり、人々が自然への恐れや神々への感謝を忘れかけていた頃、今も出るぞ。その短い言葉はまだここにいるぞという取り残された神様の切実な訴えだったのかもしれません。九州の海から山へと巡る妖怪伝承の旅。妖怪たちは単なる迷信や怪談ではありません。そこには大自然への恐れ、目に見えぬ病や災いから逃れたいという人々の切実な祈り、そして忘れ去られゆく神々への哀愁が込められていました。時代が移り変わり、科学が闇を照らす現代にあっても不安や恐れが消えることはありません。だからこそ妖怪たちの物語は形を変えながら今も語り継がれているのでしょう。